皆さんこんにちは、タサンシマです。今日はブールブランソースというソースを作りたいと思います。ブールというのはバターという意味で、ブランは白いっていう意味なんですけど、結構バターがいっぱい入った白い、色をしたソースそのままなんですけど、このソースはお魚料理によく使われます。なので、作り方覚えておくと、ちょっと普段の焼き魚がすごい美味しくフレンチの一品に変わったりとか、そういうふうにお野菜にもすごく合うソースなので、野菜のソースとして使ったりとか、そういうふうに使えるのでぜひ作ってみてください。では早速始めたいと思います。まず玉ねぎちょっとしか使わないので、半分1/4ぐらいでいいと思う。たまたま冷蔵庫に1/4の残りがあったので、これを使いたいと思います。ちょっと多いかな、ちょっと残るかな。1/4切りますね。ではこの玉ねぎをみじん切りにしていきます。本来だったらフランス料理だとフランスだと本来だったらエシャロットという野菜を使うんですけど、エシャロットはちょっと緑じゃなかった、紫っぽい色をした赤玉ねぎみたいな感じの色をした細長いなんていうのかな、らっきょうのちょっと大きくなったみたいな感じの形をしてるんですけど、玉ねぎのようで玉ねぎの方が甘みがあったりします。なのでちょっと全く一緒の雰囲気に仕上がるかって言われるとちょっと違うかもしれないんですけど、私はあえて、探してエシャロットを探して売ってはいるので、作るよりも普段の普通に作りたいので玉ねぎを代用して使っています。ある人は見つけれる人はエシャロットで作ってもらっても全然、そっちの方が本当の味だと思うのでエシャロットで作ってみてください。この玉ねぎはみじん切りにします。薄切りでもいいです。味が出るように細かく切っておきます。ずっと今の、ミクが食べちゃうといけないから拾っとかないと。薄切りにするんであれば、薄い薄切りで、みじん切りにするんであればなるべく細かいみじん切りの方が味がしっかり出てくれるのでいいと思います。ただあんまり叩いてしまうとやっぱり玉ねぎの辛み成分みたいなのがすごく出てきちゃったりとかするので、あまり水分が出てくるまで叩く必要はないかなと思います。じゃあこの切った玉ねぎを鍋に入れます。ここでフレンチでは、ミニョネットという、胡椒を粗く砕いた胡椒を入れるんですけど、ないので粒胡椒を入れちゃいます。でしかも私は黒しか持ってないので黒胡椒を使っちゃうんですけど、これは香り付けです。で、引き胡椒だとちょっと強いかもしれないんですけど、それはでももう好みなので、引き胡椒しかないよっていう人は軽く入れとくといいと思います。これを本当は潰した方がいいんですけど、潰せる道具を持ってないしちょっと面倒くさいのでこのままいきます。ここに白ワインと、お酢を入れていきます。白ワインは100cc ぐらいですよね。ちょっと今日測って、いつも測らないで適当にやっちゃうんですけど、一応測っておきます。大体でいいです。お酢。お酢もいろんな種類があって、米酢とか、今うちにあるのは米酢とか、リンゴ酢とかで、たまたまちょっとこの前スーパーにフランスのワインビネガー売ってたので買ったんですけど、どっちかというとフルーツのお酢の方が向いてます。すっきりしてるので。なので
ちょっとこれは特殊だと思うのでリンゴ酢使います。はい、リンゴ酢で作ります。でも持ってない方はこのお酢でも全然できるので、少しツンとする感じがあるかもしれないので少し量を減らしてもいいかなと思います。でこの白ワインとお酢の割合はもう好みなので一回作ってもらって、もっと酸味が効いてた方がいいっていう人はお酢をもう少し入れるとか、そういう感じでちょっとフルーティーに仕上げたいって人はワインをもう少し増やすとか、結局すごく煮詰めていくので、一回作ってみて自分がどうしたいかで調整するといいと思います。いろんなレシピがあるので、それをいろんなレシピを見ていろんなレシピで作ってみるっていうのもありかなと思います。150cc、 違う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 、50cc。 はい、白ワインが 100cc に対して、お酢、今日はリンゴ酢を使いました。リンゴ酢が 50cc 入ってます。これを鍋に入れます。結構な量なんですけど、これをほとんどなくなるくらいまで煮詰めます。もう強火で一気に煮詰めていきます。本当は強火じゃなくて、ゆっくり煮てあげるとよりそのエシャロットとか玉ねぎの味がこう出てくるので、ガンガンの強火じゃなくて中火ぐらいでコトコト煮詰めていくのがいいのかなっていう気はするんですけど、時間に余裕がある人はそういうことをしてみてください。大量に作るわけじゃないのでそんなにすごい違うかって言われたら、もう私も食べ比べてみても分かんないかもしれないぐらいの差です。今日はシンプルにお酢と材料としてはお酢、白ワイン、バターで作っていこうと思うんですけど、忘れた1個。今ここに一つまみちょっと塩をしておきます。はい、入れて、で、このブールブランソースの材料はすごくシンプルで、エシャロットか玉ねぎ、あと胡椒と、白ワイン、ビネガー、あとバターで作られています。で、そこにアレンジとして、柑橘の酢、レモンとか今、かぼすとか、いろんな柑橘、グレープフルーツ、オレンジとかそういう柑橘の風味をつけてアレンジしても美味しいですし、ハーブの香りを煮詰める時とかにバッと入れてハーブの香りをつけたソースも美味しいですし、ベーシックに基本があって、あとはいくらでもアレンジできるので、いろんなソースに変えると自分流で変えるといいんじゃないかなと思います。私はよくオレンジ風味とかグレープフルーツとか、あと、レモンとかそういう季節の柚子とかそういう柑橘類を使って作ったりもします。今このくらい煮詰まりました。途中ちょっと火を少し弱くしたのと、あとアクが出てたのでアクを少し取ってあります。今沸いてる状態でこんな感じで、これを止めちゃうともっとこうストンと落ちると思います。もうほとんどない状態ですね。もうちょっと煮詰めてもいいんですけど、はい。でここに本来だったらバターを少しずつ入れながら乳化していく作業をするんですけど、その後に玉ねぎとかをこすんですけど、どっちがやりやすいかで、私は最初にこしておこうかなと思います。それはどっちでもいい、やりやすい方向で、玉ねぎを残して食べますって言ってもいいと思うし、どうせお家で食べる分なので好きなようにしていいと思うんですけど、口当たり滑らかなソースにするにはこの玉ねぎはこしてあげた方がいいですね。ソースらしい感じになります。でここでこしておいて、思いっきり絞ります。もうこれ以上絞れないっていうぐらいここは頑張って絞ります。
その玉ねぎとそのお酢と白ワインが煮詰まった旨味をベースにして、そこにバターを乳化させていくっていうソースですね。はい、ここに戻して、で火にかける前にバターを用意しておきます。本当はびっくりするぐらいの量が入るんですけど、その辺は多分バターが多いとっていう感じになっちゃうと思うので、ちょっと今日測りながらやってみたいと思います。今でもこのソースはバターがすごく多いんですけど、酸味がすごい効いてるソースなので、すごくすっきりしてて軽く食べられます。私はもう本当に大好きなソースです。で、酸っぱいなって思われる方は作ってみて、酸っぱいなって思われる方は減らしていけば、その酸味を調整して減らしていけばいいので、あとは生クリームを入れて、ここの今煮詰めた段階で生クリームを入れて、そこにバターを溶かし込んでいくっていうクラシックな感じの作り方もあるんですけど、クリームとバターのダブル使いだと結構重たいので、使ってみようかなっていう人は入れてもらってもいいです。でバターは小さい角切りにしておきます。で冷たい状態です。あんまり柔らかくなっちゃってるバターだと分離しやすかったりするので、冷たいものを角切りにして、それを少しずつ加えていくというやり方にしたいと思います。今これでちょっと待って、測っとこう。80g ぐらいあるんですけど、ちょっと溶かしてみますね。で味を見ながら決めていこうと思います。火にかけて、沸いている状態にします。沸いている状態の方が動きがあるので分離しにくいかなと思います。はい、でも量が少ないので、沸いたら中火ぐらいにしてもらって、バターを少しずつここに溶かしていきます。最初はもう半分ぐらい入れちゃっていいかな。で沸いている状態で少し混ぜながら、あんまりこれテフロンなんでガシガシ回しちゃうと剥がれちゃったり、あと金気が出ちゃったりするので、混ぜてるんですけど少し浮かせながら混ぜてる感じです。ボッコボコに沸いてる状態だと分離するので、少し沸いてる感じの状態がいいかなと思います。はい、今 80g 入って、じゃあちょっとこのソース最後、全部入ったら、味を一度見てもらって、塩分と酸味の量を、自分の、好みの感じに仕上げます。で今ちょっと味見をして、少し塩が足りないかなと思ったので、塩と酸味が足りないなって思う人は、お酢をちょっとプラスするか、もしくは、レモンの果汁みたいな柑橘を使うっていう方法もあります。なのでそれは好みで、仕上げてください。玉ねぎを今回使ったので甘みがすごく強く出るんですね。なので結構酸味がそれでカバーされちゃうので、最初のお酢とか白ワインの量を増やすっていう方法もあります。今日はブールブランソースというフランスの代表的なお魚料理に合うソース、バターのソースを作ってみました。はい、ちょっと量これだと 2人前か、うちだと1人前になっちゃうかもしれないんですけど、しっかりした味が濃いソースなので、2人前ぐらいの
分量かなと思います。はい、では、次回かまた今度、このソースを使ったお料理も紹介していきたいと思います。それではぜひ作ってみてください。さようなら。150cc。違う 50cc。ちょっと笑いが違う。白ワインが100で。すいません。はい。それでは、さようなら。なんて言ったっけ、私その前に。